ところが360ヶ月と聞いた瞬間、あとそれだけしかないのとキャッチしたんですね。皆さんこんにちは。チェアジャーニーの有川凛です。皆さん、健康寿命が残り360ヶ月と聞くとどんな感じがしますか？切り口を変えて健康寿命が残り10950日と聞くとどうですか？実はこれはどちらも健康寿命が残り30年。同じなんですが、受ける印象が異なりませんでしたか？私は今年50歳なのですが、健康寿命、つまりは体がまだピンピンしていて、自分で何でもできる年齢を80歳と希望してるんですけれども、私の場合、健康寿命が残り30年なんですね。でも、健康寿命が残り30年、健康寿命が残り360ヶ月、健康寿命が残り10950日は、期間は同じはずなのですが、全然違う印象だったのが衝撃でした。特に健康寿命が残り360ヶ月と知ったとき、これはまずい。もっと大事に命の時間を使わないと、と自分の命を強烈に愛おしく思いました。人によって数字の概念は違うので、受け取り方はまちまちなんだと思いますが、私の場合、30年と年数で捉えると、どうしてか脳がまだまだあると認識するんです。ところが360ヶ月と聞いた瞬間、あとそれだけしかないのとキャッチしたんですね。不思議ですよね。そして実はこの数字の捉え方の違いだけで人の意識が変わったりもします。たったこの違いだけでです。ちなみに愛おしさまで感じてしまった私は時間の使い方を一瞬で変えてしまいました。360からカウントダウンする生き方をし始めたんです。つまりは逆算する生き方です。360から359、358と月めくりカレンダーです。月めくりカレンダーで健康寿命、目標達成をするイメージです。結構気合入りますよ。だっていやおうなしに減っていきますから。そして毎月最高の自分の状態で生き続ける宣言をする。最高の自分が360回溜まったら最高ですよね。さて、今日あなたにプレゼントするコンパスは、健康寿命を年数ではなく月数で意識したとき、脳内覚醒が起こるです。ぜひ皆さんも健康寿命までの長さを月数で計算してみてください。やり方は、まず自分が健康でいる寿命を想像します。そしてそこまであと何年あるかを計算して10人を掛け算してみてくださいね。最後にチェアジャーニーの法則、自分をご機嫌さんにするワークです。あなたがときめくものは何ですか？私は最近好きなフォルムの最高に音質のいいノルウェーのハング&オルフセンのポータブルスピーカーに出会ったんですが、もう最高にときめきました。私は強烈に痺れるようなクラフトマンシップを作品から感じ取ったとき、とてつもなくときめきます。こんな風にときめくものに出会ったときは、どういうところにときめきを感じたんだろうって、ぜひ言語化してみてください。言語化するのが得意じゃないなって方は、ピカピカとかドカーンとかキーンとか、ときめくものを見たときに自分が受ける印象をとにかく音や感覚にしてみるといいですよ。自分がときめくものだけに囲まれる生活ができたら最高ですね。今日もチェアフルな一日を。チェアジャーニーの有川凛でした。